なんとか言えよ渋谷優里。じゃあ原宿は不利なのかよ。その決まり文句は生まれて15年で推定5万回は聞いたぞ。んなことは聞いてねえんだよ。おめえが邪魔すっからカモがダッシュで逃げちったじゃんよ。俺たちは村田健のお財布の中から合法的に集金してただけだったんだぜ。それどこの国の法律で合法？世界地図広げて説明してくれよ。大体どうしておめえがあいつを助けに来んだよ。おめえらどっかで友達だった？それとも人知れずラブラブだったんか？うるせえな。ケンって名前が気に入りなんだよ。ケンとツトムは好きな名前ランキング上位なんだよ。ああ、好きな名前？渋谷優里原宿不利がじゃあ村田の代わりに立て替えてもらおうぜ。こらてめえ、人の財布を勝手に。なにこれ、しけてんな。青札2枚かよ。せめて2万だろ。2万。渋谷ちゃん、個室へいらっしゃい。まさかお前ら10年前の不良じゃないんだから、まさか便器に頭突っ込んだりはしないだろうな。今後の参考のために教えといてやるけど。だってよ。俺らの邪魔すっと殺すぞ。今度はマジで。おい、なんかおかしいぞこのトイレ。吸い込まれ。うわー、史上初。ねえ、俺って史上初水洗トイレに流された男。俺の名前は渋谷優里。入学したての県立高校からチャリを飛ばして帰宅途中、カツアゲされてる友人の村田健を見かけたのがそもそもの始まりだった。気づかないふりをすればよかったのかもしれない。だけど通り過ぎることなんてできなかったんだ。かくしてヤンキー2人にボコられ便器に顔を突っ込まれた俺は、気がつくとまるでアルプスの少女ハイジに出てきそうな大自然のど真ん中に寝転がっていた。ここどこ？そこのメルヘン風コスプレのお姉さん。すいません。脅かしちゃったんなら本当にすいません。けど俺は危害を加えようとか乱暴しようとかいう気持ちは全く。うわ、これまたメルヘン風のお家からコスプレ外国人が続々と。ここってどこ？あーとかおーとかじゃさっぱりなんですけど。わかった、謎は全て解けた。じゃなくて、日本とは思えない家並みとコスプレ外人集団と来ればテーマパークでしょ。いやー、まあそうだわ。すぐに気づかなかった俺がバカでした。にしてもどこここ？雰囲気からして新潟にあるっていうロシア村とかですか？いやー、あいつらずいぶん遠くまで俺を捨てに来たもんだね。いや、言って何ですかロシア村の皆さん。ちょっとどうして石とかガッどう皆さんをなだめてくれてマジありがとうございます。頭掴むなって。耳が。どうだ、言葉がわかるようになったか？やっぱ外国人の口から流暢な日本語が出てくると違和感あるな。すいません、ここどこですか？私どうやったらお家帰れますか？なんだ、せっかく見目いいと思ったのに、今度の魔王はただのバカか？バカ？初対面の傷つきやすい年頃の少年に向かってバカとはなんだバカとは。まあ確かに中堅どころの県立高校在籍で、その中でも飛び抜けた成績ってわけじゃないし、帰国子女だって言い張ってるけど、ボストンにいたのは生後半年だし、だからってバカはないだろバカは。魔族が立ち上がった。黒を身にまとう本物の魔族が立ち上がったよ。
子供を家の中へ。もうダメだ。もう村も焼かれちまうんだ。20年前のゲンテナウみたいに。マジだよ、こいつは丸腰だ。しかも見てごらん、髪も目も黒い総国だよ。西の広告では懸賞金をかけてるらしいぞ。気をつけろ。いくら丸腰だからってこいつは魔族だ。魔術を使うはずだ。アダルベルト様、この村をお守りください。この魔族をどうか神のお力で我々に害の及ばぬよう封じ込めてください。なんだ、何を言ってるんだこの人たち。まあ落ち着けよお前ら。こいつはまだ何にも飲み込めちゃいねえんだ。今のうちに説得すれば、もしかすると。ユリ、離れろアダルベルト。住民には剣を向けるな。知らせ。フォングランツァータルベルト。何のつもりで国境に近づく。相変わらずだなウェラ教。腰抜けどもの中の勇者さんよ。今のうちに陛下を。なんで飛んで。うわ、何この骨格標本。嘘うまく仕込んだもんだな。骨卑族に人を運ばせるとは。彼らは我々に忠実だ。支援にとらわれて自分を見失うこともない。貴様はどうだウェラー教。おっと、危ない危ない。あんな連中のために使うにはその腕惜しいとは思わねえか。あいにくだったなアーダルベルト。お前ほど愛に一途じゃないんでね。カッカー。おっと、多勢に無勢ってところだな。また会おうぜ陛下。ウェラ教。待てよせ。深追いするな。奴は一気です。今追いつけろ。おそらくは。今は何より陛下の御身をご無事にお連れするのが最優先だろう。はっ。骨格標本くん、俺は今善悪どっちの組織に連れ去られようとしてるわけ。なんかどうも重くてすみません。はあ、とりあえずこの超よくできてる空中ライドから早く降ろしてくんねえかな。ここは日本じゃないんです。日本どころかあなたの生まれ育った世界でもない。コンラッドじゃない、コンラートさんでしたっけ。え、ああ、英語に耳が慣れているならコンラッドの方が発音しやすいでしょう。知人の中にはそう呼ぶ者もいます。俺あんたとどっかで会ってるかな。いや。陛下、陛下、ご無事で何よりです。このフォンクライスとギュンター、お会いできる日をどんなに待ち望んでいたことか。陛下って俺のこと？つうかまたものすごい美形が出てきたよ。おい。ああ、陛下、平素から黒を身につけていらっしゃるのですね。素晴らしい、素晴らしくお似合いになる。その高貴なる黒髪と黒い瞳、確かに我々の陛下です。って言われても学ラン制服なんで。それに日本人の大半は生まれた時から髪も目も黒いんで。とにかく陛下、こんな場所ではお話もできません。どうぞ中へ。陛下、寒いとお思いかもしれませんが、この国ではこれでも春なんですよ。季節まで細かく設定してるなんてどこまで凝ったアトラクション。アトラクションじゃありません。だってそんなん急に言われたって信じられるわけないじゃん。俺の中では今のところ1、金のかかったテーマパーク、2、テレビでよくあるサプライズ企画、3、夢落ちのどれかだもん。さあどれか選んで。希望としては3番。テパサプお待ちください陛下。順を追ってご説明申し上げますから、どうか冷静に異国の単語で私を試すのはお許しください。オッケー、俺は冷静だよ。もうあんたが俺の母親だって言われても手叩いてアメリカンジョークを返せるよ。では申し上げます。今から18年前、陛下の魂はこの国にお生まれになるはずでした。ところが当時、戦後の混乱のためか、偉大なる秦王のご判断は
あなた様を異界へ送るというものでした。そこで我々は陛下の気高い魂を地球にお連れしました。陛下はそこで現在のご尊父とご母堂の間でお体を作られ、あちらの世界でお育ちになられたのです。しかしつい先頃、本来なら異界で成人するまで安全にお過ごしいただくはずだった陛下をお呼び戻ししなければならない事情。待ってくれ。あまりに「お」が多すぎてよくわからない。できればもっと砕けた言葉で。そんなご無理をおっしゃらないでください。陛下は陛下であらせられ、我々は神官なのですから。陛下ってさ、俺の名前は渋谷有利なの。で、ここまでの展開はこうだよな。本当は俺はこの世界に生まれるはずだったけど、違う世界で生まれ育った。けど今になって用事ができたから呼び戻した。どっか違う？その通りです。そのご聡明さに感服いたします。で、俺は水仙便所から異世界に続くトンネルを通ってあの山道に落ちてきたってわけ。そうなのです。計算では王都の範囲内にお呼びできるはずでした。しかしどっかで余計な力が加わったのか、国境を外れた人間どもの村に。申し訳ありません、陛下。でもさ、本当にあんたの探し人は俺なの？俺なんか外見も脳みそも平均的だし、体のどっかに変わった形のあざもないしさ、生まれつき持ってる陛下の証みたいなのはどこにも。いいえ陛下、それはもう一目お姿を拝見した時からこのお方に間違いないと信じておりました。純粋で気高い黒髪、澄み切って曇りのない闇色の瞳、これほどまでに美しい色を身に宿してお生まれになり、その上漆黒のお召し物までまとわれるのはあなた様以外に考えられません。美しいとか言ってるよ。美しいっつうのはあんたみたいな人のことでしょ。それにお言葉が堪能だったことで一層はっきりいたしました。アーダルベルトがしたことは私としては口惜しい限りですが、奴は陛下の魂の溝から蓄積言語を引き出したのです。蓄積言語？どんな魂も例外なくそれまで生きてきた様々な生の記憶を蓄積しています。もちろん通常はその扉が開くことはなく、新しい生で学んだことだけを知識として活用していくわけです。ところがあの男はその扉をこじ開けて封印された記憶の一部を無理やり引き出してしまったのです。野蛮で卑劣で無節操な人間どもの使う術で。便利なことのように聞こえるけど。とんでもない。言語の部分だけを呼び起こせたからよかったものの、不要な記憶まで蘇っていたらと思うと、自らの魂の遍歴を知りたがる者などおりませんよ。まあまあ、考えようによってはこうして陛下とお話できるのもあいつの術のおかげだろ。済んだことに青筋立てるのは時間の無駄だよ、フォン・クライスト卿。陛下に高等魔族をお教えするべく私だっていろいろ用意しておりましたのに。とにかく蓄積言語があるということは陛下の魂がこの世界のものであったという何よりの証拠です。今では自信が確信に変わりました。わかったよ。信じろったって俺には多分無理だけど、とにかくこいつを終わらせるにはそっちの話に乗るしかないわけだろ。だったらさっさと済ませちゃおうぜ。俺が呼ばれた使命は何？なんて名前のお姫様助けりゃいいの？じゃなきゃどこのドラゴンやっつけりゃいいの？ドラゴンですって？竜ですか？とんでもない。あの種は人間どもの乱獲で絶滅しかけていて、我々が必死で保護しているのです。へえ、そう。よっ、コナト、投げるのを教えて。どうしてもうまくいかないんだ。打つのも教えて。その後どうなったら終わりなのかも。お前たちじき日が暮れて真っ暗になるぞ。すぐに何も見えなくなる。まだ平気だよ。まだ大丈夫だよ。仕方がないな。失礼します。子供に好かれてるとこ見るといいやつみたいだね、あの人は。ええ、武人としてはおそらく国一番でしょう。私の自慢の生徒でした。教師なんだ。フォン・クライストさんは。どうかギュンターとお呼びください。ギュンター、教師だってんならズバッと簡潔に教えてもらおうか。俺はこの世界で何をすればいいわけ？どんな厄介な敵を倒せば
埼玉の実家に返してくれんの？人間です。人間？それで、それはどんな人物で？人物ではありませんよ、陛下。我が国に敵対する全ての人間どもを滅ぼし、奴らの国を焼き尽くす。そのためには指導者として君主としての陛下のお力が必要なのです。人間を滅ぼし焼き尽くす。人間を滅ぼす？大丈夫ですか、陛下。あんた人間を殺そうっていうのか？だったら俺も殺されちゃうよ。だって俺どっから見ても平凡な人間だし。何をおっしゃっているのです。陛下はどこから見ても我々と同じ魔族です。いえ、それ以上に高貴な苦労を宿された敬うべき存在です。体に苦労を宿してお生まれになるのは魔族といえども王かそれに近しい選ばれた魂の方のみです。しかも髪と瞳の両方が黒い総国の荒人となりますと。ちょっと待って、我々と同じなんだって？魔族です。で、俺は何の陛下だって？魔王陛下であらせられます。魔王？あなた様は我々魔族の希望となる第27代魔王陛下なのです。だ、傑作。魔王なんて呼んでるけど、まあ27はいい数字だよね。27は。陛下、じゃあさ、どっかに人間の勇者か救世主がいて最終ダンジョンで倒されるラスボスが俺？くそ！だったらレベル99まで上げないとエンディングに行けないようにこっちも死ぬ気で戦ってっておい、最終的には死ぬ気どころか確実に死ぬじゃん、ラスボスの俺。ああ、嘘！誰か嘘だと言ってくれ！嘘じゃありません、陛下。本当にあなたが魔王なんです。おめでとうございます。今日からあなたは魔王です。何がおめでたいものか！空振り三振でアウト。ハウエル、一塁と変われ。これ野球だったのか。なんでキャッチャー置かないの？この村には子供が5人しかいないんですよ。そっか。じゃあそうだな。外野だったやつ、君名前なんての？ブランドン。じゃあブランドン、キャッチャーやれよ。ほら、そこをしゃがんで。ピッチャーがお前めがけて投げるからな。来た球を受ける。怖いよ。よーし、教えてやる。いや、俺はもう野球はやめた身だけどさ、練習次第で上手くなれる。もしかしてミットがないのか？あれ？それどころかグラブもないの？ここは国境の向こうから流れ込んできた難民の村なんです。遊び道具は充実してないんですよ、陛下。陛下？いや、俺はコンラド！この人誰？母さんたちが言ってた怖い人？ブランドン。この方は我が国の王になられるんだよ。怖いどころかお前たちの村を守ってくださるお優しい方だ。いや、だから俺はね。王様！お許しください！どうか首をはねないでください！家を焼かないで！ハウエル、お前たちは何も悪いことをしてないんだから、陛下がそんなことなさるわけがないだろう。ほらエマ、顔を上げて。けど王様は父さんを俺があいつらくらいの頃もやっぱり暗くなるまで野球やってたな。夜になったらゲームとテレビで宿題とかやる暇全然ないの。どこの国でも子供なんてそんなもんです。なあ、コンラッド。はい。俺が王様だってのは本当？本当ですよ。陛下は正真正銘第27代新魔国君主です。それじゃあ俺も国民の首をはねたりすんのかな？それは違う。ここは難民の村だと言ったはずです。宗教的な誤解から弾圧を受け、庇護を求めて国境まで逃げてきた人間たちに我々はこの土地を貸しているんです。男たちを殺して家を焼いたというのは彼らが捨ててきた人間の国の愚かな王のしたことですよ。もっともそんな人間ばかりじゃないってことも覚えておいてほしいですが。
さあ陛下、中に入りましょう。日が暮れると急激に温度が下がります。またギュンターに説教されちまう。ここは暗いな。ネオンも自販機もコンビニも街灯も何にもない。なんてとこに来ちゃったんだろう、俺は。だけどここがあなたの世界だ。お帰りなさい陛下。あなたの魂があるべき場所へ。大丈夫ですか？よっぽどお疲れのようですね。助けてくれ。もちろんです。あと半分走り切ったらどんなことでもして差し上げます。じゃなくて今すぐ。だったらとりあえず熱量の補給にかかりましょう。要するに昼飯。食欲なんかないよ。ったく魔族なんだからさ、魔法でバビューンとお城まで飛ばしてくれるかと思ったのに、コンラッドと一緒に馬に乗りっぱなしなんだもんな。夜は寒いし、昼は暑いし、喉は埃でカスカスだし。冷たい水飲みて。どうぞ。え？陛下。君は魔族なんだよね。はい、陛下。我らの持てる最後のひとしずくまで陛下のお役に立てることができれば幸せです。陛下、お待ちください。失礼。先に一口。コンラッド。少し残して。うん。うまい。ありがとう。はい。あの子は陛下に水をお出しできたことを一生の自慢にしますよ、きっと。陛下、我々が持参したもの以外は口になさらないようにと再三申し上げましたのに。だってここは完全に魔族の土地なんだろ。住んでる人たちだってさ、ほらギュンター、あんたにも似てる妙に美形のやつが多いし。だからといって変な味はしなかったし、溶けずに沈んでた場合も考えて最後の一口は残していただいた。陛下だって物分かりの悪いお方じゃない。最初の一杯に冷たいのが欲しかっただけで、あとは水筒の水でも携帯食でも何でも我慢してくださるさ。コンラード、あなたは少し民に肩入れしすぎです。国民に肩入れしなくて誰にしろって言うんだ。もちろん陛下には肩なんて言わずに手でも胸でも命でも差し上げますが。胸とか命はいらないよ。そうおっしゃらずに。孫かし、あんたの魔術を貸してくれ。俺は今まさに非常事態なんで、魔術でバビューンと飛ばしてくれよ。もう馬はダメだ、しんどくて。魔術に関してはちょっとな。何せ俺は魔力が皆無だし、魔術に関しては我が国でも最高の術者の一人であるギュンターがお役に立てますよ。私などよりも陛下ご自身の魔力の方が数倍上です。何しろ歴代の魔王のお力といったら親族でさえも恐れをなすほどでしたからね。ちょっと待った。俺人間だし、魔力とか霊力とか超能力とか全然持ってないよ。陛下は魔族です。だって霊が見えたことも、マークシートが当たったことも、女の子の水着が透けて見えたことも、コックリさんの10円玉が動いたことも。それは異国の高度な儀式ですか？魔術と関係があるかは分かりかねますが、大丈夫ですよ陛下。魔力は魂の資質です。今はお使いになれなくても、いずれこの世の何もかもがあなたの意のままになることでしょう。そちらは長期的展望でやっていただくとして、とりあえずは一人で馬に乗れるようになってもらわないと困るんですけど。一人で？俺が？国民を失望させてはかわいそうでしょう。彼らは強く気高く絶対的な王を求めているんだから、馬くらい一人で乗って堂々と入場していただかないと。堂々とって言われても。とっておきのレディーをご用意いたしましたよ。生まれる時も俺が手がけて、今日まで丹精込めて育てた愛娘を。陛下にバッチリお似合いの真っ黒いやつ。お帰りなさい陛下。あなたの、そして我々の国である偉大なる神王とその民たる魔族に栄えあれ。
世界の全ては我ら魔族から始まったのだということを忘れてはならない。宗師たちをも打ち倒した力と英知と勇気をもって魔族の繁栄は永遠なるものなり王国王都にようこそ。略して新魔国。え、今の国の名前？はい。そしてここが魔王の王城血明城です。血明？新王がこの地を王都にお選びになった時に地の霊を傷つけないことを約束されたのだそうです。地の霊は感謝と友好の印としてこの城を魔王以外の者が占拠した場合、その血をもって罪をあがなわせることを誓った。地の名誉、つまり血明城は魔王陛下にしか従わない難攻不落、いえ完全無欠の王城だというわけです。はあ、穏やかじゃないね。陛下、この国は魔王の直轄地と魔王に従う10貴族の領地に分かれてるんです。フォンテロは10貴族の姓につくわけです。治めてる土地の名前にフォンをつけたものがそれぞれの姓になってるんですよ。ギュンターの場合、クライスト地方を治めてる10貴族の出だからフォン・クライスト卿。卿がつくのは有事の際には戦場に赴くものだから。まあ基本的に貴族は軍人階級ですからね。男も女も同じです。戦う覚悟のある者は成人すればそう呼ばれることになる。あれ？でもコンラッドはウェラー卿コンラードだろ。姓にフォンがついてな。止まれ止まれ、青！陛下、手綱を！陛下お怪我は？平気。陛下、これがグエンダル兄上。兄上はあいつの連れてきた素性も知れない人間もどきを王として迎え入れるおつもりですか？見たところ知性も威厳もないその辺の道に転がっていそうな男だ。僕には信用できません。オルフラン、なんということ。陛下を恐れぬ物言いはたとえ王太子のあなたといえども許しません。それにコンラードのことを足ざまに言うのもおよしなさい。仮にもあなたの兄上なのですよ。え？あんたら3人って兄弟？嘘！似てねえ。そりゃ申し訳ない。それぞれ父親が違うんだよ。まあ似てようが似てまいが血のつながりを無効にすることはできない。グエンダルは俺の兄で、ボルフラムは弟です。おそらくあっちの二人はそんなこと口にしたくもないだろうけど。おい！僕の話は終わってないぞ。そいつが魔王であるという証拠は、それを確かめるまではこんなガキが魔王だなどとは認めないからな。ガキ？どう見ても君、俺と同い年くらいに見えるけど、アメリカの中高校生並みに大人びてるんなら、もしかしたら俺より年下なんじゃないの？いくつだ？15。あと2ヶ月で16。ふんってなんだふんって。じゃあお前は何歳だよ。そんな美少年面してて、もう老人だとか言うんじゃないだろうな。82だ。はい？ 82？ それにしてはお肌の張りが、頭髪の量が若々しさが。ってんなわけねえじゃん！確かに82ですよ。魔族の実年齢は見た目年齢 ×5 だと思ってください。末っ子で82って、あんたたち俺のおじいちゃんよりも人生経験豊富なの？なんかいい匂いのシャンプーだな。あれ？こういうことだとは聞いてなくて。いいえ、いいのよ。ここは魔王陛下だけのお風呂ですもの。私はちょっといつもの癖で入ってきちゃっただけ。お気になさらないでね。新王陛下。ちょっとダメ、近寄んないでくださいよ。ねえ、あなたが新王陛下なんでしょ？奇遇だわ、こんなところで会えるなんて。あのね、お嬢さんじゃないな、お姉さん、体流さずにいきなり湯船に入るのはルール違反よ。その上バスタオル、お湯の中にタオル入れるのも公衆浴場ではマナー知らずよ。あら、ごめんなさい。殿方とお風呂に入るのなんてすっ
ごく久しぶりだったから。かわいい。かわいい？かわいいってのは何のことをおっしゃったのですか、セクシーさん。どうしてあなたは王様風呂に入ってきたのですか、フェロモンさん。それでもって一体あなたは誰だったんですか、セクシークイーンさん。どうなさいました、陛下。どうかしたのか、陛下。女の子は好きだ。好きなんだけど、見られていいかっていうと、見られんのは嫌だってことで。それは俺としても、そんなビッグでマグナムな人じゃないってことで。陛下、王に従者や侍女がいるのは当然のことだよ。でも、風呂にまで入ってくるのはあんまりだろ。そんじゃこの国では、エロ本どこに隠せばいいわけ？風呂場で全裸の美女にナンパされかけたら、どこに逃げ込んでハーハーすりゃいいんだよ。湯殿で全裸の美女。ああ、やってくれるよ。俺はまたなんかのサービスなのかと思ってさ、もうちょっとでお願いしちゃうところだったんだからな。まあ、とりあえず俺、そんなに大物じゃないから逃げ出してきたんだけどさ。よかった。陛下の理性に感謝します。陛下、こちらお見えで。どうしたの急に、花粉症？申し訳ございません。習慣もお立場も全く異なる初めての地にいらして、ご苦労なさっているお姿を見ているうちに、陛下があまりにけなげで同時に愛しく、申し訳ございません。とんでもないことを口にしてしまいました。私としたことが、取り乱しました。どうしたギュンター、お前らしくないな。花粉症だったら鼻うがいがいいよ、鼻うがい。俺の兄貴もかなり楽になったって。って何このパンツ。黒くてツヤツヤ。しかも、なんで男なのに紐パン？え？一応、それが一般的な下着なんで。嘘！じゃああの人もあの人もあの人も紐パン？あんな顔しててもあいつも紐パン？まさかあんたも？いや、俺はもっと庶民的なの。身持ちの固いご婦人のようなことをおっしゃって、私を困らせないでください、陛下。脱がせやすい下着を避けるということは、扉を叩く私自身を拒まれたも同然。私なんてことを、申し訳ございません。私、不埒な想像を。だから、花粉症には生理食塩水で鼻うがいだって。生理食、不埒って何が？頭を冷やしてまいります。晩餐会っていうより、軍事会談に見えるんだけど。だって、3人とも軍服なんだもん。一応これが正装なんでね。こんばんは。来たか。陛下、こちらが俺の兄のフォン・ボルテール卿グエンダル。それでこっちが弟のフォン・ビーレフェルト卿ボルフラム。二人とも第26代魔王の息子で、ついこの間までは殿下と呼ばれる立場だったけど、今は閣下。もちろん陛下より数段格下だから気軽に呼び捨てで構いませんよ。僕に触るな！人間の指で触れるなと言っているだろう。僕はお前を兄と思ったことなど一度としてないからな。はいはい、分かったから飲み物をかけないでくれ。俺たちの父親が違うってのは説明しましたよね。俺だけウェラー卿コンラートで10貴族の一員じゃないのにもお気づきでしょう。俺の父親は素性も知れない旅人で、剣以外には何の取り柄もない人間だったんです。そしてとってもいい男だったの。母上？母上？母上？久しぶりね、コンラート。ちょっと見ない間に父親に似て、ますます男前になったわね。母上こそいつにも増して麗しい。いやそんなこと他の子みんなにも言ってるんでしょ。あらグエン、あなたまた眉間にシワが寄ってるわ。そんなんじゃ女の子に敬遠されるじゃないの。ボルフったらもっと顔をよく見せてちょうだい。あら、相変わらず私にそっくり。殿方が放っておかなくてよ。母上、僕は男に好かれても嬉しくありません。そうなの？男の子ってそういうものなの？
これだから年頃の男の子の気持ちはよくわかんないって言うのよね。はあ、どうして私には女の子ができなかったのかしら。男の子なんてガサツなばっかりですぐに母親を疎んじるんだから。そんな、僕は疎んじでなんかいませんよ、母上。そう？本当に？本当ですとも。バカ親子だ。再婚した夫の連れ子とかそういう。いいえ、俺たち3人とも確かにあの女性から生まれてます。湯殿でお会いしましたわね。あなたが新王陛下でしょ。そうですね。こんなに緊張して硬くなっちゃって本当に可愛らしいお方。あなたみたいな方が新王だったらいいなって私ずっと思ってたのよ。そうですね。ね、有利陛下。有利陛下っておっしゃるんでしょ。そうですね。ってアルタの客か俺は。恋人はいらして。そこまでです。新魔王陛下と恋に落ちるのはおやめください、女王陛下。いやね、ギュッタひがみっぽい未亡人みたいに聞こえてよ。恨まれようとも罵られようとも構いません。とにかく私は前魔王陛下が新魔王陛下を愛人に、いえ失礼、恋人にするような不適切な関係を避けたいのです。前魔王？この彼女が？新魔国へようこそ、有利陛下。あなたの先代にあたるフォンシュピッツベーグ、ゼツイリエよ。私が王位を退くと言ったから陛下をお呼びすることになったの。じゃあ俺はあなたのせいでフォンシュピッツベーグ卿ゼツィリア？違う？リエ？ゼリって呼んで。ゼリ。とにかく陛下はとても遠い世界からいらしたのよね。王位を継いでくださって嬉しいわ。これでやっとお城から離れられる。私ずっと昔から自由恋愛旅行に出るのが夢だったの。素敵でしょ。素敵です。いきなり王になれなんて言われてできるかどうかって不安もおありでしょうね。私の時もそうだったの。ある日突然使者が来て、あなた様の魂が次代魔王陛下であらせられることが新王のお言葉により明らかとなりましたなんて。でもね陛下、そんなに深刻に考えてはダメ。難しいことは全て周りの者がやってくれるし、私の息子たちも誠心誠意お仕えすると思うわ。母上、僕はこいつに仕えるつもりなどありません。この男が王に値するものかどうかもはっきりしないのに納得できませんね。あら、じゃああなたが王位を継ぐとでも言うの？ウォルフ？とんでもない。僕などより兄上の方がはるかにその地位にふさわしい。兄上ならば愚かで卑劣な人間どもに目に物見せてくれることでしょう。そうですよね、グエンダル。でもボルフ、新王のお言葉に背いて立てた王がどういう結果を招いたか、あなたも知らないわけじゃないでしょ。やっぱり罰とか当たっちゃうんだ。待てよ、その場合は偽王様に当たるのか？それとも国民に？正当な後継なのに立たなかったという罪で陛下にも当たりますよ、バッジ。なんだよそれ。俺は王様になりたいなんて思ったことも願ったことも頼んだこともないのに、それじゃほとんど脅迫じゃん。やはりな。え？総国だろうが闇持つ者だろうが、魔王に立たんのならば意味もない。最初から王になる気などないのだろう。もとよりそんな覚悟はできていないのだからな。そうだな、異界の客人。って確かに。この国にいらしてまだ2日、陛下ご自身も戸惑われている。無礼な憶測の物言いはいささか傲慢に過ぎるんじゃないか、フォン・ボルテール卿。だがこれは逃れようもない現実だ。誰よりお前が知っていることだろう、ウェラー卿。王としての責任を果たす気のない者がどれだけ民の犠牲を生むか。陛下、もしも私の言葉通りに魔王として生きる覚悟をお持ちでないなら、今すぐ元の世界にお戻りください。
心から願うよ。民の期待が高まらぬうちに我々の前から消えてくれ。俺だって好きでこんな。そいつが本当に魔王の魂を持つのかどうかはわからないし、特に確かめたいとも思わない。どのみちすぐに帰る客だ。代理を探す方が賢明だろう。彼は本物だよ、グエン。本物だ。なぜそう言い切れる？俺が有利を間違えるはずがない。何の証拠があるって言うんだ。言葉が通じるとかそういう適当なことじゃごまかされないからな。髪は染めているのかもしれないし、目だって色付きのガラス片をかぶせるとか姑息な方法がいくらでもあるだろう。お前を納得させられるような証拠はあいにく俺には示せないな。だったらそんなこと断言するな。大体もし万が一こいつが魔王の魂の持ち主だったとしてもだ。所詮人間どもの間に生まれた卑しい身分の小せがれじゃないか。そんな奴に我が国を任せるわけには断じていかない。偉大なる魔族の歴史に傷がつく。ボルフラム、生まれに身分も卑しいもないよ。それは生きていく過程で自分自身の行動によって決まるものだ。けれどお前がそんなにこだわるなら教えておく。陛下の魂はあちらの世界の魔王陛下に預けられ、そのお方がご自分の配下からしかるべき人物をお選びになった。それが陛下のご尊父だから、この世界のものじゃないとはいえ魔族の血が流れているのは確かなんだ。まさかうちの親父が悪魔？うわ、これからどんな顔して会えってんだよ。実の親が魔族だなんて。いいじゃないですか。父君にしてみれば実の息子が魔王なんだから。ああ、そっか。じゃなくて、っていうかコンラッド、なんで俺の親父のことまで知って。たとえ父親が魔族だったとしてもだ。母親はどうせ人間だろうが、お前の体には半分しか魔族の血が流れていないわけだ。道理でコンラートと話が合うはずだ。どちらももどきだからな。残りの半分は汚らわしい人間の血と肉、どこの馬の骨ともわからない尻軽な女の血が流れてるんだろう。そんな奴にこの陛下、取り消して、今すぐ取り消してください。やだね。取り消すつもりも謝るつもりも俺にはねえかんな。こいつは言っちゃいけないことを言ったんだ。バカにしようが悪口言おうが俺のことなら構わねえよ。だけど他人の母親のことを見たことも会ったこともないくせに尻軽とはなんだ。どこの馬の骨とはどういうこった。俺のおふくろは人間だよ。ああ、どっからどう見ても人間だよ。お前に言わせりゃ汚らわしい血の流れてる人間だよ。ってな、お前何様のつもりだ。人間が汚らわしいってどういうこと。お前のおふくろがそういう風に言われたら息子としてどう思うよ。ああ、謝んねえかんな。それでも顔が綺麗だからグーじゃなくてパーで我慢したんだぜ。いいか、絶対に取り消さない。絶対に取り消すつもりはないっておっしゃるのね。ああ。素敵、求婚成立ね。求婚？ほらね、ボルフラム、私の言った通りでしょ。こんなに美しくなっちゃったら殿方が放っておかなくてよって。陛下はとっても可愛らしいからちょっと焼ける気もするけど、でも仕方ないわ。愛する息子の幸せのためですものね。ちょっと待って、落ち着いて。いや、誰か俺を落ち着かせて。何が起こってるのか教えてくれる？俺は一体どういうマナー違反やっちゃったのか、誰か分かりやすく教えてくれる？作法違反はなさってません。それどころか最近では貴族間でも使われていないような古式ゆかしく伝統にのっとった方法で陛下は彼に求婚されたんです。求婚というのはまさか埋めておくとチューリップとかヒアシンスとかが咲くあれではなく、結婚を申し込んだんです。結婚？男と男が？しかも俺から求婚して？一体いつ俺が求婚を？相手の左頬を平手で打つのは貴族間では求婚の行為です。そして打たれた者が右頬も差し出せば願いを受け入れるという返事になる。うわ、そんなバカな。けど男同士だし。珍しいことではありません。陛下、この私に何のお言葉もなく突然のご求婚とはあんまりで、
いえ、喜ぶべきことなのでしょうね。これで陛下も王としてこの国に落ち着いてくださることでしょう。誰か男同士で変だとか言ってくれよ。こんな屈辱的なことが許せるものか。しょうがないだろ。殴るときは軍パンにしろなんてことを誰も説明してくんなかったんだからさ。黙れ。こんな恥ずかしめを受けたのは生まれて初めてだ。危ねえな。ご飯に当たるなよ、ご飯に。陛下、拾っては。拾ったな。よし、時刻は明日の正午だ。武器と方法はお前に選ばせてやる。何しろ戦場に出たこともなければ馬にさえ満足に乗れない腰抜けだからな。せいぜい得意な武器を使って死ぬ気で僕に挑むがいい。何を？覚悟しておけ。ズタズタにしてやる。では母上、兄上、食事の途中で席を立つ非礼をお許しください。求婚なさったかと思えばすぐさま決闘をお受けになる。陛下のお気持ちの変わりようには私ついていけません。決闘を申し込まれたの？俺が？いつ？恋にナイフを落とすのは決闘を申し込むという無言の行為で、それを向けられた相手が拾うのは受けて立つという返事になるのです。決闘？ねえ、じゃあ俺もし負けたら、いや多分負けるけど死んじゃうのか？たまたまうっかり親切にナイフを拾ったくらいであいつに撃たれて死んじゃうの？陛下。以前から感情を制御できないやつではあったが、まさかここまで直情的だとは。そうよね。いくらなんでもいきなり決闘申し込むとは思わなかったわ。でもあの子のせいだけではないのよね。どういうことです？あのね陛下の髪から私の備考欄の香りがしたの。洗髪水に混ぜたものを湯殿に置いたままにしていたのよ。きっと効能もご存じないまま髪を洗うのに使われたのね。その効能というのは？薬術師に頼んで作らせた魔族にしか効かない貴重なものよ。その香りを放つ者に少しでも好意を持っているなら一層情熱的で大胆になるようにって。つまり美薬とか惚れ薬とかいうやつですか？やあね、そんな存在な言い方。では嫌っていればより険悪に。なるほど、ボルフラムが逆上するわけだ。母上、そういうことは早めに教えておいてやるべきなのでは？あら、どうして？ボルフは怒ってる顔が一番可愛いのよ。自分の息子の可愛らしい様子を見たいと思わない母親がいて。いいえ。陛下、それは練習用の剣なんですが。ちょっと決闘の練習をね。しかしグリップ部分がバットみたいだな、これ。重さは金属バットどころかプロ仕様の木製並みだけど、懐かしいな、この握り具合。どうしてやめちゃったんですか？え？野球。ああ、さっきみたいにカッときて監督殴って速攻首。それはチームを辞めた理由。俺が聞きたいのは野球を辞めた理由だよ。野球を辞めたのはなんでだろう。自分でもはっきりとは説明できないな。じゃあまだ辞めてないんじゃないの？は？引退してないんじゃないかってこと。どうです？あ、ボールだ。おいおい、すげえ大発見。この国の高級って日本のと超そっくりじゃん。軽くやってみましょうか。そうだな。
あと6歩離れて。よし、いいぞ。そっから、ここめがけて投げてみな。ほら、ど真ん中。直球来いよ。行きますよ。うわーっと誰に教わったんだよ、そんな投げ方。誰にも。野球の試合を見て自分でこんな感じかなって覚えたんだ。試合があるってことは練習もあるんだろ。だったら指導者もいて生徒もいるんだろ。いいか、ボールは3本指でこう持つの。基本は縫い目に指を乗せるの。なるほど。こんなだったのかな。何がです？こんなだったのかなと思って。俺が教えてもらった時も。10歳かそこらの頃なんだけど、プロ選手が来てくれる一日野球教室なんてのがあってさ。当時泣く泣くキャッチャーやってた俺はその会場に紛れ込んだので、その時キャッチャーにしてはすらりとしたプロ選手がいてさ、俺その人に向かってくる速球が怖いし突っ込んでくる走者も怖いってしょんぼりして打ち明けたんだ。だって怖いなんて言ったらさ、適性がないんじゃないかってことになりそうだろ。けどその人は俺をしゃがませてね、自分も後ろに座ってこうなんていうか抱え込むみたいにして手を持ってミットの位置を決めてくれてから、近くにいたピッチャーを呼んだんだ。今考えてみれば山なりの超スローボールだったんだろうけど、新品の球がミットに飛び込んできて、俺は瞬きするのも忘れたよ。その時俺の肩越しに師匠は聞いたね。怖かったかって。けど君はもうプロの球も取れるようになった。それでもまだジュニアの選手が怖いのかって。忘れられないんだよな、あの感触が。師匠って人のぬくもりが？ぬくもりじゃねえよ、ぬくもりじゃ。それに俺が勝手に心の師匠にしてるだけだし、その一回きりしか喋ったこともないの。けど陛下はその師匠のチームのファンなんだ。当たり前だろ。で、あんたはどこのファンなの？っていうかこっちではチーム名とかどうなってんだろう。ボストンレッドソックス。レッドソックス？ボストンってなあコンラッド、どういうことだ？ギュンターには全然通じないことをあんたは結構知ってるよな。こっちには野球はないって言ってたけど、じゃあこの世界のどこの国が野球好きなんだ？どこにボストンレッドソックスがある？地球、アメリカ、マサチューセッツ以外のどこに？どこにもない。地球、アメリカ、マサチューセッツ以外のどこにも。じゃあなんで？行ったからです。ボストンに？ボストンだけじゃない。いろいろなところに行きました。17年前、前世の傷をすべて癒し、真っ白になった陛下の魂をお守りしながら、俺はあなたの生まれた場所、アメリカ合衆国にたどり着いた。そこでベースボールの楽しさを知って、未来の魔王が無事に生まれるのを見届けてからこちらへ帰ってきた。陛下の母上はそれはもう気丈な方で、今にも生まれそうだってのにタクシーの運転手を怒鳴りつけてましたっけ。まさかあんた、いつもおふくろが言ってたタクシー相乗りの名付け親？夏を乗り切って強い子に育つから7月生まれは祝福される。僕の育った故郷では7月は有利と言うんですよって爽やかに笑ったっていう。採用されちゃうとは思いもしなかったんで。その話が本当だとすると、俺は母親の腹の中にいた時にあんたと接触してるわけ？そういうことになりますね。15年間ずっと待ってたんだ。直接陛下とお会いできる日を。陛下なんて呼ぶなよ、名付け親のくせに。有利。それに生き別れの兄弟みたいな言い方すんなよ。実質的には
昨日が初対面なんだから。あんたは俺の名前を知ってたかもしれないけど、俺の方は相乗りの人としか聞かされてなかったんだから。よっ。なるほど。これが正しい投げ方ですか。なあ、この世界にはまだ野球があんまり広まってないんだよな。あんまりどころか、俺と子供たちくらいしか。ってことは、今現在俺がダントツのトッププレイヤー？それどころか陛下の場合、確実に選手兼コーチ兼監督兼審判兼オーナーということに。国営チームはやっぱり国王がオーナーですからね。国王か。国王ね。だったら魔王もいいかもな。よかった、陛下。少しでもお気持ちが晴れて。じゃあ俺が王様なんだから野球を国技にするってのはどう？国技？陛下、私本日の決闘のことを考えておりましたが、良い案も浮かばぬままに夜が明けてしまい。そいつに関しては俺もちょっと考えたよ。陛下、どうなさるおつもりですか？ボルフラムは兄二人よりは華奢ですが、ああ見えてなかなか剣も立ちます。特に炎の魔術は母方の血を引いてこの国でも有数の使い手で、迂闊な方法で挑まれては。俺だってね、どう考えても叶わないような剣とか魔法で勝負する気はないよ。そこら辺は戦術。陛下、お待ちしてましたわ。お前が僕に打ち据えられて泣きながら許しを請う姿を想像してみた。そう考えると待ち時間も楽しいものだな。俺が負けるって決まったわけじゃないだろ。15年間眠ってた格闘センスがこれをきっかけに目覚めるかもしれないじゃん。やっと。なぜ服を脱ぐ？何言ってんだよ。お前も脱げ。僕が？そうだ。相撲は裸がユニフォームだからな。相撲とは男と男が回し一丁でぶつかり合う超重量級格闘技だ。土俵から一歩でも出るか、足の裏以外が地面についた方が負けとなる。回し？土壌？ああ、ジャパニーズ相撲レスリングね。ほら、早く脱げよ。男と男が裸でぶつかり合うだと？そう、弾む肉体、飛び散る汗。ふざけるな！そんな野蛮でみだらな競技で僕に挑むというのか？みだら？失礼なこと言うなよ。日本の国技だぜ。殺し屋よりずっといいだろ。私はその競技大好き。ああ、じゃあ服は着たままでいいよ。早く円の中に入れよ。ぬりゃ！あら、どうなったの？もうおしまい？ボルフラムが倒されたのですよ。しゃあ！俺勝ったんだろ？勝ったぞ！陛下、ご立派な戦いぶりでございました。っていうか、俺の戦略勝ち！頭、ここ使わないと。双方ともに一滴の血も流さない陛下の慈悲深さゆえに生まれたこの決闘は、我々魔族の美談中の美談として後の世まで語り継がれることでしょう。美談通より笑い話として語り草になるような気はするな。はあ、これでことが収まればいいんだけど。こんなバカな勝負があるか！ボルフラム、異界の競技で勝敗を決められてたまるか！お前はこの国の王になるつもりなんだろ？だったらこの国の方法で勝負しろ！魔王なら魔王らしく魔族の決闘で勝負しろと言ってるんだ！ちょっと待てよ、ずるいな。俺の好きな方法でいいってそっちが先に言ったんだろ。うるさい！誰か僕の剣を持て！マジで待てよ。そんな本物の刀使ったら死んじゃうだろ。負けたからって本気になんなよ。ではお前は今のくだらない勝負本気ではなかったというのか？くだらない言うな。ボルフラム、あなたから提示した条件ではありませんか。これ以上の身勝手な要求は私としても聞き流すわけにはいきませんよ。ではどうする？そいつの代わりにお前が勝負を受けるのか？新魔王を名乗る男は
1対1の勝負に進化の力を借りるというのだな。なあ、コンラッド。もしもだよ。万が一、俺が魔王になったとして、そうなったら、あいつは味方ってことになるんだよな。もちろんです。あいつって、どういうやつ？俺を憎んで逆恨みして、そういう理由で裏切るやつ？いいえ。じゃあ、大きな目標のためなら、嫌いなやつとでも組めるタイプ？ええ。ボルフラムは魔族であることに誇りを持ってる。そして魔族がこの世界の頂点に立ち続けることを望んでる。そのためになると判断すれば、たとえ嫌いな相手にでも従うでしょう。なるほど。わかったよ。練習用の剣に変えてくれ。やんなきゃあいつの気が済まないなら、さっさと片付けるしかないよな。陛下、これを。ペンダント？あ、青い石がついてる。ライオンズブルーだね。俺の友人がくれたものです。ある種のお守りだと聞いていたけど、もともとこれは魔石なので魔力のあるものにしか効果がないらしい。運でも防御でも攻撃でも何かの役に立てばいいけど。くれるの？え？お納めになるときはご注意ください。陛下にその気が終わりでないとしても、捧げ物を受け取るという行為はそのものの忠誠をも受け入れるということです。私やコンラードは構いませんが、知らないところで忠心をお増やしにならないように。うかつに物をもらうなって？なんだよ、選挙みたいだな。準備はできたか、異世界人。俺の名前は渋谷優里。よかったら様をつけてくれて構わないぜ。ふざけるな！陛下、避けてください。避けて。正面で受けたら危険です。余計な助言はやめておけ、ギュンター。慣れない奴が腕だけで受けたら一度で骨が折れちまう。本能的なものだろうけど、陛下の判断は正しいよ。それに冷静にボルフラムのリズムを読んでいる。基礎のできた模範的な攻撃だからこそ、次に来るコースが予測できるんだ。僕の攻撃を受け止めた。もし俺が監督だったら、お前は絶対ファーム落ちだな。投げてくるタイミングが同じだぜ。何？そんな芸のないピッチャーはヒャッホー！やったぜ！俺的にはもうクタクタで勘弁してって感じなんだけど、もしお前さえよかったら今日のところは引き分けってこと。うわ！僕は負けたわけじゃない。ボルフラム、陛下はまだ魔術について学ばれていないのです。自分が負けたからといって得意の術を持ち出すのは。僕は負けたわけじゃない。だから引き分けでいいって俺言ったじゃん。引き分けもなしだ。どちらかが叩けなくなるまで続ける。ならば止めるまでのこと。よせ。グエンダル、なぜ邪魔をするのです。ボルフを止めないと陛下の身が。邪魔をしているのはお前だろう。真偽を見定めるいい機会だ。あれが本物ならばボルフラムの時に倒されはしないはず。しかし陛下はまだ何の要素とも盟約を結んでいない。魔力は魂の資質だ。学ぼうが焦がれようが得られるものではない。あれが真の魔王だというのなら、盟約や知識が追いつかなくともあらゆる要素が従いたがるはずだろう。その高貴な魂の前にひざまずいてな。炎に属する全ての勇士を、宗師をほふった魔族に従え。火の玉？魔球かよ！我が意志を読む。そして従え！うわっ！グエン、障壁を解け。でなければお前を切ってでもボルフラムを止めに行くことになる。私を切ってでも。どこまで本気なんだコンラード。全て本気だ。次はまぐれでは逃れられないぞ。なんだよそれ、炎の狼。あっちあっぶねえ。おい、女の子が危ない。
前らの勝負なのか。関係ない女の子を巻き添えにする、これが己の敗北を受け入れず規則を無視した暴走行為。果ては罪もない少女を巻き込み、なおも貪欲に勝利を欲する。陛下、それが真の決闘というか。ならばそのような輩野放しにしておくわけにはいかん。血を流すことは本意ではないがやむを得ぬ。お主を切る。何？成敗。まあ、なんて美しい蛇なの。素晴らしい術だわ、陛下。水の蛇か。なんというかあまり王らしくない術形態だな。しかし陛下はまだ何の要素との盟約も。蛇がボルフラム。水の術が実体化して締め上げるほどの力があると。罪もない娘の命を奪ったお主の身勝手さ、断じて許すわけにはいかぬ。離せこの一体どうしてこんな急に。貴様本当は何者だ。何者だと。世の顔を見忘れたか。娘に気がつきました。命に別状はないようだ。そうか。ボルフラムとやら以後よくよく改心いたせ。お上にも情けはある。情け？倒れた。陛下。なるほど。魂は本物ということか。俺がサイン出さないとゲームはずっと始まる。え？お気がつかれましたか。ギュンタ、俺死んだんじゃ。縁起でもないことをおっしゃらないでください。一時は陛下のお体を案じて国中の者が祈りましたのに。大げさだな。大げさではありません。3日も眠ってらしたのですよ。3日も？ああ、そうだ。あの女の子は無事？燃える狼に突っ込まれちゃった彼女。ええ。幸い命に別状はありませんでした。もっとも炎が突っ込む直前にグエンダルが彼女を障壁で覆ったので、実際には軽い波動というか衝撃で弾き飛ばされただけなのです。そっか。ああ、よかった。女の子が大やけどしたらどうしようって思ったら、こうカーッと頭に血が上っちゃって。あれ？俺どうやってやられちゃったんだっけ？やられ？いいえ、陛下。陛下は決してやられてなど。いいんだよ。慰めてくれなくても。もともと勝ち目のない勝負だったじゃん。いえ、本当に。陛下が水の術を使いこなされた時は、いつの間に水の要素と盟約を結ばれたのかと仰天いたしました。水の術？要素？盟約？なんだそりゃ。そうそう。あの後ボルフラムはツェリ様からきつくお咎めを受けたのですよ。あのおふくろさんが子供を叱ることなんてあんのか？それはもう、あの方の怒りを買うくらいなら私は。余計なことを話すな、ギュンタン！ボルフラム。それではあとは若い方同士で。まだまだだな。は？少しはやるかとも思ったが、あの程度でみっともなく失神するようでは、お前など魔王としてまだまだだと言ったんだ。今度僕に挑むときはもっと力をつけてから来い。あんなちんけな蛇の1匹や2匹では僕に対抗できはしないんだからな。お前さ、母親に叱られて俺に謝りに来たんじゃねえの？なんだよその偉そうな態度。反省の色が見えねえじゃん。なぜ僕が謝る必要がある？
もういいや。引き分けだよ、引き分け。引き分けだと？あれは最後まで戦いを全うした僕の勝利だ。だが恥じることはないぞ。僕の剣を弾き飛ばしたのはなかなかだった。ああいう打ち込み方は初めてだ。お前の育った国の剣術なのか？ああ、あれは俺がたまたま野球やってて、もらった剣がバットに似てたから同じように握って振っちゃっただけのこと。バットというのは有利の使い慣れた武器の中？違うよ。棒みたいな野球の道具。ピッチャーが投げた球をそいつで打って、成功したらランナーになって走って、それをキャッチャーが刺して殺して。おう、やはり生死をかけた勝負なんだな。殺すってそういう意味じゃねえよ。もっと楽しいことなの。実際に見てもらえばすぐわかるんだけどな。でもこの国でのベースボール人口は今んとこ俺とコンラッドとあの子たちしかいないんだよな。僕と話している時にコンラッドのことなどどうでもいいだろう。そういえばコンラッドの姿が見えないけど。あいつなら国境にあるひいきの人間どもの村へ向かったぞ。兄上と共に紛争の鎮圧に行っている。紛争って？なんだ、気になるのか？そうか、ユーリも半分は人間だったな。どれくらい、被害ってどれくらいの規模なんだろう。まさか死人が出たりとかそんな大変なことじゃないよな。死傷者のない戦など聞いたこともない。どうしたユーリ？行かないと。どうなったか確かめないと。行くって国境へか？そんなにコンラートの顔を見に行きたいのか？子供たちが心配なんだよ。ああ、難民の心配か。うるせえな。お前には関係ないだろ。関係なくないぞ。まず何か飲んで腹に入れろ。お前と来たらそんな格好で行くつもりか？きちんと服を着ろ。それに髪も整えろ。寝癖がすごいぞ、寝癖が。よし。よしって。行きたいのだろう。乗せてやる。ボルフラム。何しろ一人では馬もろくに乗れないという能なし魔王陛下だからな、ユーリは。僕にとっては余分な荷物を積んで馬を走らせるなど造作もないことだが、お前はそれさえおぼつかないようだから一緒に乗せて行ってやる。まったく、歴代の魔王の中で初めてだよ。お前ほどどうしようもないヘナチョコ陛下は。ヘナチョコ言うな！兄上が直々に向かわれたのだから、今頃はもう全て収まって事後の対策にかかっているだろう。特に危険はないと思うが、何しろお前はヘナチョコだからな。目の届かないところには行くなよ。ヘナチョコ言うな。あ、骨秘族だ。コッヒーが飛んでる。相変わらずシュールだな。あ、ボルフラム見ろ。村が燃えている。妙だな。騒ぎは収まっているはずだが。けどすっげえ燃えてる。あいつら大丈夫なのかな。なあ、またあったな、新魔王陛下。貴様、あんたアーダルベルトだっけ？おや、記憶力がいいな。あん時はただのバカかと思ったが。バカそうに見えて悪かったね。おいおい、俺は薄汚ねえ魔族の手からお前さんを救いに来たんだぜ。俺を救うって？いきなり違う世界に連れてこられて魔王になれなんて強要されてんだろ。魔王ってや人間の敵だ。この世を堕落させる凶悪な存在だぜ。お前みたいな若くて善良な人間をこいつら悪者に仕立て上げよってんだな。あんまりじゃねえか。ひどすぎると思わねえか？そうなのか、ボルフラム。俺はやっぱり魔王の魂の持ち主なんかじゃなかったんだな。ユーリ。こいつらには必要だったのさ。玉座に祭り上げるための生贄がな。それには抵抗も反抗もできないような何も知らない真っ白な少年がいい。
魔族に敵対する人間たちに全ての元凶として憎ませる、そのためだけの存在としてお前を魔王にしようとしてるんだ。お前は善良な人間だ。そうだろ？ああ、俺は人間だよ。魔族じゃないし、魔王でも。そいつの話を聞くな！ボルフラム。その男は魔族でありながら我々を裏切った。お前も仲間に引き込もうとしている。おい、苦しいのか？なあ、誰か。倒れてる。みんなどうしたんだ？部下どもは楽しい夢の中よ。ちったばかし魔力が高いと完全には術に支配されなくて損だよな、三男坊。術？魔封じの砲術だよ。王様を守るのに周りを純血魔族なんざで固めるから簡単に引っかかるんだ。こういう時は最後の一人に術を無効化する兵を選ばねえとな。これだからお前は世間知らずで甘いってんだよ。ボルフラム、お前いつも言ってたよな。人間ごときに何ができる。あんな虫けらみたいな連中が魔族に歯向かうこと自体が間違いだって。見ろよ、お前の大嫌いな人間どもが魔族の土地を炎に沈めるぜ。人間？なんで人間同士が戦ってんだよ。逃げてきた子供たちがひっそり生活している村を人間の兵士が襲ってるっていうのか？どうせ貴様の差し金だろ。俺はちょっと助言してやっただけさ。知ってるか？去年は記録的な大豊作で連中の国は増税したんだ。今年も同じ試算で徴収される。そうなったら食べる分も残らねえ。選択肢は2つだ。植えるか調達するか。あいつら俺に助言を求めた。だから教えてやったのさ。ここは憎むべき魔族の土地だ。魔族の土地に住み魔族の土地を耕す者から奪うのなら神もお怒りにならないだろうとな。だってそんな人間だろ。どっちも同じ人間なんだろ。違うな。同じ人間じゃない。この村のやつら魔族についた人間だ。わかんねえよ。わからなくてもいい。とにかく俺はお前を連れ出してやりに来たんだ、ユーリ。一旦魔族の側についちまったらもう二度と人間たちからは仲間とは思われねえぞ。そんなのって。行け。見たところお前を殺す気はなさそうだ。無理に抵抗して傷でも負われたら面倒だ。今はアーダルベルトに従え。だってお前とかみんなは。構うな。早く行けユーリ。そうだよな、ボルフラム。ここでこいつを失ったところでまた新しいガキを呼び寄せりゃいいだけのことだ。魔王候補をみすみす逃がしたってことで兄貴たちに少々責められはするだろうが、自分さえ無事なら何とでもなる。ガキ一人守って命を失うよりずっと賢い選択だ。迎えに行く。絶対に。アーダルベルト、手を貸してもらったからって俺があんたとタンデムすると思うなよ。一人で乗れるのか？一人で？とんでもない。ユーリ！なんでこんなことをする？ボルフラムはちゃんと最後の一人を選んでたよ。その一人が俺だってことにあんたが気づかなかっただけなんじゃないの？ユーリ、俺はお前のためを思って魔族の元から連れ出してやろうと言ってるんだ。それをわざわざぶっ潰すのはなんでだ？俺は最後まで付き合うって決めたんだ。この悪い夢みたいなアトラクションにね。だけど付き合う相手はあんたじゃない。あんたは俺のチームにはいらないんだよ。おいおい、そりゃないだろう。お前が怖がらないようにってせっかく気使ってやってんのによ。こうなりゃ手っ取り早く魔王に消えてもらうぜ。は？あんたさっき言ったじゃん。俺は普通の人間で
たまたま髪と目が黒いから魔王に祭り上げられてるだけだって。秦王がそんな戯れをするもんか。お前は本物だよ、残念ながら。コーヒー、まさか俺をかばったのか。なんでこんな。骨卑族のそんな行動は初めて見たな。主を守ろうと命がけってことか。変なもん切っちまったぜ。変なもんってどういうことだ。てめえなんかにコッヒーの何がわかる。いや俺もそんなにわかんねえけど。意志も持たない下等種族に同情だ。今度の魔王は庶民派だな。陛下一気に形勢逆転か。ついてねえ。ここはひとまず引くが、庶民派の魔王様よ、お前さんのご公説がどこまで続くか見ものだぜ。よかったユーリ。今度ばかりはもうダメかと。どうか映画で男同士がガシって抱き合う気持ちがやっと理解できた。いつまでやっているなんだよ、砂かけんなよボルフラムって。さっきの魔封じとかなんとかもう大丈夫なのか。お前に心配される筋合いはない。だったら心配しないけどさ。こいつは自業自得です。勝手に陛下をこんなところまで。それよりなんでこんなに早く来てくれたんだ。国境近くで交戦中に俺たちの隊に従ってた骨卑族が仲間の窮地を聞きつけて。言いませんでしたっけ。彼らには独自の意思伝達能力があって、少々離れた場所からでも精神だけで会話できるんですよ。でその場をグエンダルに任せて、ここまで来る途中でボルフラムと合流したんです。そうだ。どうしよう、コーヒーだよ。俺なんかのために自分の命を。本当にごめんな。せめて墓でも作ってやるからさ。ちょっと陛下、埋めちゃダメだ。骨卑族はきちんと組み立て直せば元通り飛べるようになりますから。え、これ死んでないの？本当にそんなプラモみたいな仕組みなの？すっかり燃えてしまっているな。火の勢いが強すぎる。どうしてこんなことするんだろうな。食料が欲しいからってこんなこと。俺はてっきり人間を軽蔑してる魔族の誰かが嫌いだからってこの村を襲ったのかと思ったんだ。どうして僕らがそんなことをしなければならない。ここは昔から魔族の土地だ。燃えれば自然が失われる。それに森にでも火が届いてみろ。1年2年で復旧できるものじゃないんだぞ。あんたたち魔族が人間と敵対するのは良くないことだけど、わからないでもないさ。でも人間同士で争うってどういうこと？では陛下のいらした地球では人間同士が争うことはなかったと。それはこの男がアーダルベルトが先導したと吐いた。グエンダル。道理で手慣れているわけだ。兵士崩れがかなり参加している。中には火の術者もいたらしい。炎の勢いはそのせいだ。一向に衰える気配がないよ。骨卑族の伝達が昼頃だから、こちらの水の術者が着くまではまだかなりかかる。それまで持ちこたえられるかどうか。でも森だけは何としても守らないと。ではこいつは火星ではなく単に見物に来たというだけか。それともあの時のように見事な水の魔術でこの村の猛火を鎮めてくださるのか、陛下。水の魔術ってどういう？兄上、どうやらこいつは何も覚えていないようなのです。あれは無意識化だからこそできた幸運と呼ぶしかない奇跡。つまりユーリは現在剣も魔術も使いこなせないばかりが馬にも乗れない素人ということで。奇跡？俺が？どんなすごい奇跡を起こしたって？どうせ役に立たないのならせめて邪魔にだけはならないでくれ。誰かこの捕虜を連れて行け。兄上、我々の土地に対するこの襲撃は宣戦布告の理由になりますか？まあ
理由の一端にはな。宣戦布告だって。ちょっと待てよ、こっちから戦争仕掛けようってのか。冗談じゃない、どうかしてる。もう少し多角的に物事を考えろ、ボルフラム。正規軍の兵士が一人として加わっていないんだ。証拠にならん。必要なのは確実性だ。待てよ、聞いてくれよ。では奴らがこの国の辺境を思うままにするまで指をくわえて見ていろというのですか。お前ら聞け。専守防衛って知ってるか。とにかく守るだけって意味だよ。自分から戦ったりは絶対しないって意味だよ。現代日本は平和主義なんだ。戦争を放棄してるんだ。憲法にもちゃんと書かれているぞ。日本人に生まれて日本で育った俺ももちろん戦争反対だ。反対どころか大反対だ。わめくな。なのにお前らの話の中身ときたらどうよ。もっと確実に戦争できるようになるまでわざと黙ってるだと。話し合いをしろってんだ。わめくな、異界人。いいや、わめくね。わめかせてもらうね。やめろって言われても言い続けてやる。戦争反対、絶対反対、一生反対、死んでも反対。では一度死ぬか。やだこった。王になる気もないお前が我が国のことに口を出すな。私には神魔国を守る責任があり、国益を考える義務がある。お前は日本とかいう場所のご大層な倫理と生ぬるい手段で自分の育った国を守るがいい。だが我々には我々の、魔族には魔族のやり方がある。だったら俺が変えてやるよ。魔族のやり方だっつうのを俺が一から変えてやる。ユーリ、あっちも絶対間違ってるけど、だからって俺たちが乗せられちゃダメだろ。自分たちだけでも正しいことをしようよ。戦争するのは間違ってるよ。陛下、王様が戦争なんかダメだって言えば国民はそれに従うんだろ。だったら俺が魔王になってやる。神魔国国王になってやら。何動くな。誰も動くなよ。動いたらこいつの喉をかっきる。貴様、人間め。死にかけたふりして聞いてりゃ、このガキが魔王だって言うじゃねえか。しかも魔術も点でダメらしいな。しょうがねえじゃん。まあいい。たとえ魔王じゃなくっても連れてきゃ一財産稼げる。この世に二つと生まれない総国だ。髪や瞳の黒いもんを手に入れれば不老不死の力を得るっていくらでも金を積む連中がいるのさ。さあ乗れ。やめろ。ブランドン。このガキ。この時何が起こったのか俺にはよくわからなかった。俺に刃物を突きつけていた男はコンラッドの足元で新しい血にまみれて倒れていた。馬から落ちた俺はグエンダルがかばってくれたおかげで無傷で、そして俺の恩人は炎が迫る中に倒れたままピクリとも動かなかった。ブランドン、火が近すぎる。ユーリ、ユリ、危険だから俺が。やだブランドン。陛下。陛下なんて呼ばなくていいんだよ。でも王様になるんでしょ。僕たちを守ってくれる。ああ、この村を守ってやる。お前たちみんなを守ってやる。約束する。絶対に。投げるのも教えてくれるんでしょ。ああ、約束する。我らの最後のひとしずくまで。ああ、陛下。村にだけ降り注ぎ鎮火するや否や晴れ上がったあの雨。あれだけの術を使われて全く覚えていらっしゃらないとは。いや、
本当に覚えてない。っていうか俺、魔術なんて知らないし。私の申し上げました通り、魔力は魂の資質なのです。陛下は魔王の魂を持つお方、迷惑などでお手を煩わさずとも四大要素も喜んで従いましょう。俺はオートに来る途中の休憩した場所が怪しいと思う。あの時水を飲んだだろ。どうもあれが何かのきっかけに思えてならない。とにかく戴冠式の良き日を迎えられましたこと、おめでとうございます。陛下、頼もしくも美しすぎるお姿に私感無量です。って自分の方がよっぽど美人じゃん。ああ、もう鼻水すするなよ、美形が台無し。なんだユーリ、その質素ななりは。悪かったな。どうせただの学ランだよ。勲章も装飾も全くないじゃないか。これから魔王になろうという者がそんな惨めで貧乏臭い格好でいいと思っているのか。でもギュンターはこれでいいって。財のかけらもないような姿で兄上や僕に恥をかかせるな。ちょっと、ブローチ？この金色の翼は僕が幼少の頃にビーレフェルトの叔父上にいただいたものだ。特に言われのあるものではないが、ろくに戦場にも出たことのない奴には似合いだろう。何しろユーリは馬にさえ乗れない史上最高のヘナチョコ陛下だからな。ヘナチョコ言うな。じきに戴冠式が始まりますからね。よろしいですか陛下。ご説明いたしました通り、中央を進まれて段に上がられたらツェツェリエ女王陛下から冠をいただき、もう何遍も聞いたよ。じゃあ行くか。あれグウェンダル、式場に俺より先にあんたが入っていいの？女王陛下に冠をお渡しする光栄な役回りを仰せつかったものでね。なんだそっか。俺はまた戴冠式をぶち壊してくれるのかと思っちゃったよ。あんた俺が王様になるの大反対だもんな。反対？私が？とんでもない。反対などするものか。良い王になられることを心より願うね。素直で従順でおとなしい魔王陛下にな。グェンダルの方がどう見ても魔王の貫禄だよな。さあ陛下、よろしいですか。緊張してらっしゃいます？はい、深呼吸して吸って吐いて。自分がやってどうすんだよ。よい。いらっしゃい。お美しいですゼリ様。ありがとう陛下。でもこんな時まで私の機嫌を取らなくてもいいのよ。今日の主役はあなたなんですもの。では陛下、滝の中央に右手を差し入れて神王のご意志を聞いてらして。は？だって神王ってとっくに死んでるんでしょ。でもあの穴は神王廟に通じていて、魔王になることを許された者だけがあそこに手を入れることができるの。そして神王が新しい王と認めれば、差し入れた手をそっと握ってくださるのよ。振りだけよ。私の時も指を入れることはできたけど、誰も握り返してなんかくれなかったわ。入れたらちょっともったいをつけて、ゆっくり出した手を高く上げるの。いかにも神王の承認を得たというようにね。なるほど。嘘ついてたら噛まれるなんてことはないよな。よし。あ、なんだ。やってみればなんてことない儀式だよね。あとはもったいぶって腕を上げれば。あれ？陛下、なんかが何か掴まれたよ。掴まれた？陛下、ユーリ！やがて俺は村田健に揺さぶられて気がついた。
そこは元の公園のトイレだった。ってことはもしかしてあのとんでもない世界の出来事は夢だったのだろうか。いや、夢なんかじゃない。だってほら、学ランの胸元に輝く金色の翼と胸に触れる青い石が俺に教えてくれている。俺がサインを出してゲームは始まったってこと。そしてどうやらまだゲームセットじゃないらしい。毒女アニシナと秘密の研究室。墓場は何者かに荒らされていた。まだ新しく柔らかい土からはウキキウキキという不気味な鳴き声とともに白骨化した腕が次々と現れる。骨卑族が栄養補給をしているのだ。彼らは埋まるのが大好き、さらされるのも大好きだ。墓場の隅では好奇心から迷い込んだ愚かな恋人たちが一人の巨大な女に見下ろされて震えていた。男の方はとうに気を失い、白目を向いて舌をだらりと出している。一人正気の淵に残された女は勇気を振り絞り、目の前に立つ赤毛の猛女に向かって叫んだ。私たちをどうするつもりなの？ふふふ、知れたこと。墓場で合いびきをしようなどという不謹慎な男女はここにこのまま放置の刑だ。娘、お前は夜が明けたら村に戻り、今夜ここで見聞きしたことを人々に告げるがよい。いやー、誰も知りたくもない謎に包まれた骨卑族の生態を村人に正しく理解させようというのね。知りたくない。誰もそんなこと知りたくないのに。なんという残虐な人なの。鬼、悪夢、毒女。ふっふっふ、その通り、私は毒女アニシナ。毒が欲しい時はいつでも呼んでくれ。お待ちなさい、グエンダル。毒女のセリフ部分、もう少し達者に読めないのですか？ただでさえ女性の声がそれらしく聞こえないというのに、加えて主人公が迫力不足では泣く子もあくびをしてしまいますよ。なぜ私が女のセリフまで？決まっているでしょ。無駄に威厳の漂う声、そして適度な恥じらいによる隠し味こそ魔導朗読ねるねる子供に必要不可欠という利用者からの強い要望があったからです。どこからそんな要望が？大好評魔導朗読シリーズ第1弾、毒女アニシナと患者の医師に寄せられた世の母親たちの貴重な意見です。いつの間にそんなものを？言っておきますが、この先には老人も赤ん坊も幼女も出てきますから。幼女？大好きでしょ、小さくて可愛いもの。おや、こめかみから何か垂れていますが、まさか汗ですか？不思議ですね。この研究室は発酵中の毒に合わせて温度管理は万全なのに。毒か。人ではなく毒に合わせているのか。はは。なんだその嬉しそうな顔は。グエンダル、さてはあなた、私に実験されたいのですね。何？そうならそうとはっきりお言いなさい、フォン・ボルテール卿。いい年をして今さら恥ずかしがることでもないでしょ。誰が実験されたいなどといくら否定しても体は正直です。されたいと涙を流して喜んでいますよ。これは汗だ。
そうと決まれば話は早い。ちょうどここに従順な実験台、いえ強力的な被験者待ちだった新型の魔導腸内洗浄機が。決まってないだろ。と思ったらおやいけません。この機械は差し込み口に改良が必要でした。このまま使用してはちょっとした流血沙汰です。はあ、仕方がありませんね。代わりと言ってはなんですが、あなたにはある画期的な儀式に参加させてあげましょう。いや、遠慮しておこう。陛下のお育ちになった国に古来より伝わる一撃必殺百発百中奇想天外四捨五入出前迅速落書き無用の占いの儀式です。そのパートナーをただいま絶賛募集中。パートナー？そう、パートナーです。この儀式は必ず複数名で行うしきたりなのです。実験台ではないんだな。ええ、されたがりのあなたには気の毒な話ですが。パートナーならまあ付き合ってやってもよかろう。ではこの効果の上に私と一緒に指を乗せて。人の話は最後まで聞け。なんだこれは。はいといいえ。陛下のお話では儀式の名前は、確かコッテリさん。それを魔族用に改良してみました。世の中の疑問難問オブジェクションをその辺にいる全知全能の精霊、もしくは人間の言うところの神とやらにぶつけて激しくこってりと議論し合うのです。このお返事用紙を使って。全知全能の精霊や神がその辺にいるのか？いますとも。例えばそう、乾き損ねた洗濯物や脱ぎたての革靴の中に。気取ったところのない神だな。さあグエンダル、早くここに指を乗せなさい。いいですか、精霊を呼びますよ。こってりさん、こってりさん、いたら来い、すぐに来い。いいのか、地位の高い精霊なんだろう。こういうことは最初が肝心です。ビシッと言って主導権を握るのです。来たようですね。よろしい。ではコッテリさん、質問に答えなさい。今年の小麦は豊作ですか？効果が勝手に動いている。はいね、そうそう、なかなか良い返事です。では次の質問。ズーズー鳥の毒は3日に1度しか出ない糞に最も多く含まれる。丸か×か？ブー、外れです。勉強が足りません。もっと真面目に考えるように。質問の趣旨が変わってきているぞ。では次。こってりよこってり、この世で一番恐れられている毒女は誰だ？それはアニシナ様です。丸か×か？いいえ。今いいえを指しましたか？いい度胸です、こってり。なんという反抗的な態度。この私に向かって首を横に振ろうとは。よろしい、そちらがそのつもりなら私にも考えがあります。おい待て、これは精霊や神相手の儀式ではなかったのか？全知全能のなんだアニシナ、その機械は一体何をするつもりだ？こってり、そんなわがまま言う子はお母さん許しませんよ。魔導腸内洗浄機で吸い込んでくれます。見ていなさい。レッツ吸引！腸内洗浄って吸引するつもりだったのか？一体何を？いや、それは聞くまい。だが待て、そんな恐ろしいものを私に試そうとしていたのか？待てと言ったら待て、待つんだアニチナ。差し込み口を宙に向けて何を吸い込むつもりだ？よし、かかった！一本釣りか？お！なんだこの巨大な角の化け物は！とうとう正体を現しましたね。どっから出てきたんだこれは。先ほどまでは何もいなかったはずなのに。これはそんじょそこらの精霊ではありません。どうやら我々はこってりと間違えて散歩中の角川を引っ掛けてしまったようです。おい、角川というのは何だ？よだれを垂らして下なめ釣りしてるぞ。胃が9つもある珍しい魔物ですよ。摂取した食物をひたすら反芻し続けるという恐るべき個体です。けれど弱点があったはず。こうしてはいられません。
急いで角川辞典を探さなくては。そんなもんがあるのなら早く出せ。ほら牧草の代わりに絨毯を食い始めてるぞ。顔を上げた。いかん、お口に合わなかったようだ。鼻息が荒い、突撃直前という顔してる。西田、剣はないのか。いや赤い布がどっかに。落ち着きなさいグエンダル。どのみち頑丈な魔物に剣など通用しませんよ。とりあえず両手でしっかり角を掴んで暴走を食い止めなさい。私がか。そうです。素手で掴めと。当然でしょう。そもそも指というものは編みぐるみを作ったり新たな趣味としてビーズ細工にはまったりするためだけに存在するのではありません。それからこっそり商標をつけて自分の作品を売り出すのもおやめなさい。底の浅いブランドなどすぐに正体が知れます。なぜ知ってる。いや、そんなこと言ってる場合ではないだろう。あの巨大な牛、いや魔物を私一人の力で食い止めろというのか。手伝ってほしいのですか。まったくあなたと来たら図体に似合わず寂しがり屋さんですね。違う。ではちょうどいい実験機械です。これを使いなさい。私の発明した超瞬間的筋肉増強剤。飲むと瞬時に肉体が大改造され、瞬間的にですがウルトラスーパーマッチョになります。副作用として皮膚が緑色になりますが、どんなに巨大化しても下着は破れませんから、自信のないものも安心です。ほらグエンダル、躊躇してる暇はありませんよ。さあマッチョになれ、マッチョになれ。どうしたんですか。早くお飲みなさい。さあグイッと。そんな危険なものを私に飲ませるつもりなのか。当たり前でしょ。他に誰で試せますか。お前自身でダメだ、言えない。私はその隙にこの角川辞典で効果的な呪文を探します。さあ早く飲んで、スーパーマッチョになれますよ。アーダルベルトよりもか。それはもちろん。あなたがそんな妙な劣等感を持っていたとは私ちっとも知りませんでした。ママよ。よし、おい、あっという間に筋肉がしぼんだぞ。だから言ったでしょ、超瞬間的だと。それでは意味がないだろうが。まずい、魔物が突進してくる。ありました、これです。角川に効果的な呪文は冷やし中華始めやがれ。そうか、行くぞ。冷やし中華始めやがれ。おら、冷やし中華始めやがれ。くそ、一向に効き目がない。どうやら時期外れだったようですね。では次行ってみましょう。仏の顔をサンドバッグ。いけない。これは角川辞典ではなく陛下語録、怒りに駆られて100の勾玉でした。道理で言葉遣いが乱暴なはずです。本物はこちら。おや、どうした。おや、これはまあなんという。だからどうした。角川が魔物になったのには涙なくしては語れない悲しい理由があったようですよ。しかし今でも昔優しく接してくれた飼い主のことが忘れられず、同じ口調で話しかけられるとついおとなしくなるようです。いわゆるバカ飼い主口調ですね。バカ飼い主口調。あなたの得意とするところじゃないですか。犬や猫相手にさあにゃんこたんご飯でちよとか、おちりきれいきれいしまちゃうねとか、それで話しかけてやりなさい。やりなさいと言われても、あんなにでかくて可愛げのないやつにはとても無理だ。私にだって許容の限度というものが。そんな薄情なことでどうしますか。ほら、なんとなく待ってるみたいですよ。角川、巨体に似合わぬつぶらな瞳で。フォン・ボルテール卿、あなたの動物愛護精神はその程度の障害で砕かれてしまうような脆弱なものだったのですか。分かった、仕方ない。よし、魔物たん、いい形ね。できたでちか。
はいはい、もう大丈夫でちよ。怖くないでち。お兄たんがついてますからね。いい格好ですね、グエンダル。だんだん見ている私の方が情けなくなってきました。やれやれ、あなたには自尊心というものがないのですか？庭の池にでも捨てて骨魚丼に食べさせてしまったのですか？まったくこれだから男は愚かだというのです。だいたいあなたは昔からそうでしたね、グエンダル。私忘れてはおりませんよ。まだ幼い時、カーベルニコフの領地内であなたはデンジと一緒になって。あなたのカバンがいつも安全とは限らない。危ない。そのカバンの中には毒女アニシナが赤い髪を振り乱し、みっしりと詰まったまま目だけをぎょろりとこちらに向け、持ち主の喉元を狙っている。何なんだこれは。大人気魔導朗読シリーズ第3弾、毒女アニシナとあるカバンの修理の予告編に決まってるでしょ。決まってるのか。まだ続きがあるようだな。夜は墓場をさまよう毒女だが、昼間は仕事のできる女モードだ。危ない。毒女アニシナの腰に上司の男の油ぎった指が。ギヤー。のぶとい悲鳴が響き渡る。上司の身に一体何が。ますます目が離せない毒女アニシナシリーズ最新作、毒女アニシナと煩悩のコルセットもよろしくね。これは本当に児童書なのか。それ以外の何だというのです？アニシナ、さっきから何をやってる？できた。さてグエンダル、お待たせして申し訳ありませんでした。この椅子に腰掛けて体を楽にしなさい。待て、なぜ私の膝に登る？動けん。緊張しているのですね。アニシナ、その手の中の器具は何だ？大丈夫、これは改良型ですから。改良型？流血は必要最小限で済む計算です。では行きますよ。待て。何をする？よせ、服を剥ぐな。服を。問答無用。魔導腸内洗浄機発進。